はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、カフェドコナのコーヒーツールをご紹介したいと思います。このカフェドコナっていうメーカー、日本ではあまりまだ聞き慣れないかもしれないですけれど、去年あたりから海外のコーヒー系インフルエンサーたちが紹介しだしてます。日本でも販売チャンネルができたようで、カフェドコナジャパンさんというところからおじさんフィルターコーヒー用のツールを一式送ってもらったので紹介させていただきます。見ての通りね、なかなかデザインは統一感があってシックな感じでまとまってるので、一つずつ詳しく見ていきたいと思います。まずはドリッパーです。ガラスフィルターカップという名前になってます。名前の通りガラス製の V 型ドリッパーです。ドリッパーホルダーは金属製です。デザインはこんな感じ。それでね、カフェドコナのロゴなんですけれど、なんだろうなと思ってよく見てみたらクジラなんですよね。結構おしゃれ。ガラスは結構厚めです。次はカラファイです。コーヒーポットっていう名前がついてます。容量 360ml になってます。結構使いやすい形で、間口も広いので掃除もしやすいと思います。これはバランスコーンっていう名前がついてます。ガラス製の。で、どう使うかっていうと、さっきのドリッパーにバランスコーンを置くことでウェーブフィルターを使えるようにするっていうアイテムです。次はドリップケトル。コーヒーポットっていう名前がついてます。マックス容量は 600ml。304ステンが材質です。もう外すと中。結構蓋の取り付けしっかりしてるし、注ぎやすい形って言えば注ぎやすい形ですね。コーヒースケールです。これはエレクトロニックスケールっていう名前がついてます。樹脂製ですね。ここにタイプ C の充電ポートがあります。で、面白いのが単4電池も使えるようになってるようです。なかなかバッテリー内蔵なのに電池が使えるっていうのはそんなないですよね、今。それでこのスケールがちょっと面白いのが、電源を入れると反対側にも表示が出るんですよ。これね、何に使うのかなって思うんですけど、こういうね、YouTube なんかで配信する人なんかは自分の側と、あと映す側の反対側からも今表示を映せるっていうところでこういう風にしてるのかな。あんまり普段は使わないと思うけどね、一人で使うときは。面白い機構がついてます。これ3秒押すと向こう側も消して自分側だけ見ることができるので、用途によって使い分けって感じですかね。最後はグラインダーです。M3 コーヒーグラインダー。こういうデザインです。こんな感じになってます。調整部分はこんな感じ。それで比較的分解清掃がしやすいです。部品点数が少ないので、ダイヤル部分を外したら、このロックパーツ外すと、これが内蔵されている刃です。よくあるタイプの。すると中にはスプリングとワッシャーが入ってます。上の部分のワッシャーとシャフト。で、本体はこんな感じです。千葉もこんな感じ。で、組み立てるときはシャフトにワッシャーを通して、まず本体にシャフトを通します。ハンドルを取り付けて、ワッシャーを、下側のワッシャーを入れて、ス
スプリングを入れて、薄刃を入れて、ロックパーツの突起部分と薄刃の穴の部分を合わせる。合わせたらちょうど押し込めるところがあるので、そこに押し込んだら最後の調整ネジを押し込みながら回すと、これで組み立ては完成です。せっかく流度分布分析機があるので、流度分布ちょっと見てみましょう。だいたいフォアオーバーでね、使えるような流度で33クリックでやってみました。見えづらいかな。こんな感じなんですけどね。光が反射して見えづらいんで、ちょっと角度変えましたけど、こんな感じですね。普通って言えば普通。ちょっと微粉多めかな。普通ですよね。このクラスのグラインダーだとすれば、流度分布から見れば普通っていう感じかな。せっかくなんで他のグラインダーと引き比べてみようかなと思うんですけど、さすがにコマンデと比べるのはちょっと無理があるので、似たようなクラスというか上のクラスになるんですかね。タイムモアの C3 プロがちょうどあったので、これで引き比べてみようと思います。タイムモアの方はだいたい似たような流度設定で、一応15クリックでやってみます。紹介動画で引き比べなんかやっていいのかどうか。こんな感じです。こっちがタイムモアです。どんな感じかな。タイムモアの方の流度分布はこんな感じです。さっきと比べてどうかな。似たようなもんって言えば似たようなもん。さっきのがこうなんで、タイムモアがこう。どっちかっていうとタイムモアの方が粗めの方にいってるかな。1400マイクロメートルから1700マイクロメートルっていうところがあるんで、どっちかっていうとタイムモアの方がワイドレンジですね。じゃないもんね。だいたいこのぐらいの価格帯のグラインダーだと、値段が多少違っても流度分布はそんなに変わらないっていうか、何選んでも一緒って感じですよね。それじゃあ実際にコーヒーを入れていきます。ちなみに豆はトランクコーヒーさんのコロンビアいきましょう。今日は引き終わりまでどれぐらいかかるか参考までにノーカットで頑張ってみます。引きやすいっちゃ引きやすいんですけど、もうちょっとねノブが大きくてもいいかな、個人的にはね。はい、引き終わりました。結構早いですね。引き具合はこんな感じです。そしたらフィルターをセットしてリンスします。
粉を混ぜて、さっとならします。完成です。まずね、いい感じで入ったんじゃないかなと思うんですけど、実際飲んでみてどうでしょう。いただきます。よく入りましたよ。自分で言うのもなんですけど。カフェドコナフィルターコーヒーツール、いかがでしたでしょうか。おじさん的にはですね、これからコーヒー道具を揃えておうちコーヒーを始めてみたいななんて思ってる方とか、あとは統一感のあるツールを揃えていきたいななんていう方なんかは、要チェックというか選択肢の一つに入るメーカーなんじゃないかなと思いました。個人的にはですね、ドリップポット、ケトル、これ結構作りが良くてしっかりしてて重量感もあって、で蓋の閉まりもいいしコントロールもしやすいし、結構気に入りました。あとはカラフェかな、洗いやすいんで毎日使う道具としてはやっぱね、お手入れしやすいっていうのは大事なので、カラフェなんかもいいんじゃないかなと思いました。スケールはね、個人的な本当に好みになっちゃうんですけど、別に反対側にディスプレイなくてもいいかなっては個人的には思いました。でもYouTube の配信なんかする方でね、正面から撮って視聴者さんにディスプレイ見せたいなんていう使い方するにはいいんじゃないかなと思います。そういう方にも向いてるかなって思いました。それでは今回の動画はこれで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でですね、お会いしたいと思いますのでよろしくお願いします。